ます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅。本日は道北の内陸部美深へ向かいます。よろしくお願いします。あーちゃん大変ですね。いや、楽しいですよ。それ今からキャンプ場の炊事場で表してもらうねんな。ホタテとかちょっと表してもらって、そうやな。はで今日は海鮮焼き。い、もう焼くだけで簡単にはい食べれます。はい、いいですね。はい、ホタテが楽しみやホタね。テこっちに来てホタテの安さにびっくりで、そうやな。ホタテが今まで見てたホタテと色が違う。ちょっと黄色っぽいというか、ああ、新鮮な色でね。解凍とかじゃなくてそう生のホタテを700円ぐらいで大量に買ってんな。そうすっごいたくさん入ってたくますさん入ってるね。紐とかもついて。うんでそれをね今からキャンプ場の炊事場で洗ってで食べるっていう感じですかね。はい。じゃあいただきますってまだですけどね。はい。じゃあ行きましょう。ナギはねさっき走った時にねラッシュガード洗ったんですよね。で今ねびちょびちょなんで今はラッシュガードがないんで草むらには行かないようにします。じゃあ母ちゃん行きましょう。はい、行きましょう。はーい。ごめんごめんごめん。なんてこうもう膝もうまだまだねしつけの途中で大変です膝がいってしまいましたこんなにたくさん入って安いです。ご苦労様です。なんかね、ホタテがね、一応うわすごっ、これうわすげえ。ちょっと切ったんだけど、薄く切ったんだけど、ちょっと一個太いので食べてみたいなとうわ思って。めっちゃうまそうね、こっち来てね、父ちゃんすごいホタテ。ホタテめっちゃ美味しいよねこっちの。これはね、食べたくなりますよね。美味しいです。母ちゃん、ハート型のキュウリや。そうなんです。どうしたんこれ。あなたにハート。何言うとんの何言うとんのお、これなんでこうなってんの白玉キュウリ。こんなん買ったん作ったん母ちゃんが。なわけあるかいな。どういうことどういうことそんな楽力や。無理無理。あ、ギュウギュウして作ったってこと無理無理。なんでこれはなんかこういうので売ってた。売ってたのを買ったの。そうそう。これはね買ってきた。あ、そうなんや。びっくりした。なんか肩入れてこの旅出発前から作っとったもんね。なわけあるかい。ね、可愛いね、なんかね、ハート型にこんなでね。可愛い。これ塩コショウする？はい、椎茸とズッキーニ炒め物です。美味しそう。
風が入る。あ、母ちゃん、今度はホタテ。うわ、すごいブリブリなね。んだこりゃ。ね、そう。もう洗いながら食べとったよ。はい。これ。ホタテってもうちょっと柔らかいもんだと思ってた。ゴリゴリしとる。めっちゃ美味しい。ね、ホタテ。薄切り食べるんだね。あ、美味しい。うまい。美味しいね。たくさん入ってたね。今私たちは日の出岬キャンプ場にいます。ここはね、400円を支払うと駐車場でね、車中泊をさせていただけるので、今夜はね、ここで車中泊をしようと思います。で、ただいまの時刻は6時19分です。いつもより全然早い夕食ですね。いつもはもう10時とかですけどね、今日は早いです。今太陽はカメラの後ろに沈んでいってるんですけど、おそらく朝日はね、岬、ちょっと今カメラでは見えないと思うんですけど、岬があるんですね。先端ぐらいから朝日が昇るんじゃないかなと思うんで、明日の朝はね、ここからね、綺麗な朝日がお届けできるんじゃないかなと思ってます。で、今夜はね、もう本当はキャンプ場でバーベキュー的にしたかったんですけど、駐車場の芝生はね、外でテーブルを出したりとかできなかったんですね。私それを知らなくって、できるんじゃないかなと思ってて、で、そこでバーベキュー的なことをしたいなと思ってたんですけど、車中飯っていうことになりました。はい。じゃあ、いただきましょう。でも、だいぶね、いただいてるんですけど、もうなんか今回はそう食べながらやってたんで。ナゲはね、今日砂浜で思いっきり走ったんで、今日めっちゃ嬉しそうに走ってたな。嬉しそうだったし、波が、押し寄せる波、あれで、うわ、何この白いのみたいな、すごいなんか勉強してたね、またね、いろいろすごい考えて、なんかああいうの見るとただただ嬉しいよな。この後なんですけど、この後は食事が終わったら温泉に行こうと思ってます。ここから歩いてね、行けないことはないと思うんですけど、400メートルぐらい登っていかないといけないんで、またね、キャンピングカーを動かして、その温泉行こうと思ってます。すげえな。ハートに星。愛を感じるわ。そうでしょ。幸せやね、こんな時間ね。本当になんか自由な旅だね。自由な時間に、行きたいとこ行って行きたいとこ行って、予定変更もねできるし。ほんまになんかこういう旅がしたかってんなって思う。キャンプ場の近くの日帰り温泉というかホテルの温泉が日帰りで利用できるっていうところに来ました。じゃあだいぶ混んできましたからね。車もどんどん入ってきますね。じゃあ行ってきます。お風呂。混んでない時間に行こうって言ってやったのに、混んでる時間に来てしまってんな。めっちゃ混んでますけどね。多分めっちゃ混んでると思います。赤ちゃん出ました。やりますか。はい、行きましょう。行けました。行けました。ああ、綺麗やね。めっちゃ綺麗。じゃあ、ほら、行きましょう。行ってきます。お風呂どうでした？気持ちよかった。めっちゃ結構暑かったような気がする。露天風呂？長く入りすぎたかな。
でも今日はねちょっと日焼けしたんで、それの熱もあってちょっと鼻が赤い。水圧はシャワーの水圧は中ぐらいですね。中ぐらい。温度はそれもねそんなに高くまではいかないですね。冷たい水は出ますけど、高さはそれも中ぐらいです。で、浴槽は中に2つ3つか、中に3つと露天風呂1つでしたね。大きかったね。大きかったです。で、洗い場もねたくさんあるんで、広かった。人がねいてもそんな気にならないぐらい大きかったです。無色透明で。無色透明で。お味はお吸い物のちょっとしょっぱいぐらいの味。ちょっとね海水っぽいね、海水かもしれないね。ちょっと混ざってるかもしれないですね。じゃあ凪のところに帰ります。ちょっと疲れました。日に焼けて。涼しいね。気持ちいいですね。涼しいです。じゃあ凪のところへ戻ります。母ちゃん、はい。これはおこっぺの発酵バターケーキ。はい。どんな味だよね。チーズケーキっぽいけどな、見た目は。じゃーん。チーズケーキっぽいよね。美味しそうですね。ニュート。どうぞ。だいぶ硬そうやね。でもいい感じ。母ちゃん、コーヒー入りました。はい。これ母ちゃん。じゃあ母ちゃん、コーヒータイム。久しぶりやね。久しぶりです。2日間、おとついもしてない。おとついもしてない。久しぶりのコーヒータイム。で、今私たちは日の出岬キャンプ場にいます。ここで車中泊をするために受付で400円を払って車中泊をさせていただいてます。で、近くにはね、ここから400メートル行くとホテルがあって、でそこの温泉を日帰り温泉として利用させていただいて、で戻ってきて今の時刻が、9時33分ですね。今日は早い。もうそれでコーヒーですからね。早い。いつもだったらここからご飯ですとか、そう本当そうなんですけどね。今日はね、もうお昼3時ぐらいにはここ着いてたもんね。ついてましたね。だからここに来るまでもね、結構寄り道したつもりだったんですけど、早くにね着きました。じゃあ母ちゃん、コーヒーいただきましょう。お疲れ様でした。発酵バターケーキ、じゃーんと、まあさっきもね見ていただきましたけどこんな感じですね。じゃあいただきましょう。あれ、あ、そうか、またちょっと凍ってんねんな。凍ってますか。はい、どうぞ。はい、いいです。めんどくさ。めんどくさ。やっぱりこういう感じの味やな。昔食べてた感じのケーキの味やな。そんななんかこう特別しっとりしてるとかそういうんじゃなくて、ちょっとパサッとしてるけど、しっとりはしてない。
うん、懐かしい感じやな、昔こういうのよく食べてた気するわ。そうだね。保存料とか何も入ってないねんな、ほとんど。シンプルなお味かな。なんか複雑化されてないシンプルななんかお味ですね。美味しい。まあでもこれ冷凍されてるから便利ですよね。そうだね。食べたい時にいつでも。あ、そうか。あ、そうか解そうか。凍して食べれるね。解凍したらいけるんか。冷凍してたらいいかあ、ら。冷凍したら日持ちするんね。だから便利。ソフトクリームも美味しかったですね。美味しかった。3つ食べてきた。3つっていうか2人で1つずつ食べて、あともう1個ジャフカード提示したら100円引きって言われて、これ買った時にね。ほな買いますみたいな、買いますみたいな。普段1つでね買ってもらうのにもねかなり説得しないと買ってもらえないのに、今日なんてね3つも買ってもらえておこっぺ様々や。でも車でずっと走ってても牛さんがすごい放牧されてる感じ、そうやったね。なんかなんせ景色がさ、確かに見慣れるねんけどさ、抜けた感じの景色を、でもいつ見ても綺麗ってやっぱり口に出てしまう。そうね、何回見てうわー綺麗って、綺麗って自然に口から出てしまうあの感じがすごい好きやわ。お互い見てんのに見て見て見てるって見てうちはよくやるよね。まあ、そういえば今日すごいワンちゃん好きのねご夫婦にお会いしてね。そうなんかちょっと嬉しくなりました。あんなになんか喜んでもらえる今日ねすごいナギを見て、もうフロントガラスの真前でご夫婦でね「なんていう種類ですか?」って言って「ボーダーコリーって言います」って言ったら「ああコリーちゃんってこんな子いるんですね」って言われてね、まあやっぱりねナギって珍しい色ってブルーマールっていう色合いなんですけど、まあ、珍しいっていう珍しいですよねやっぱりね。なので結構ね声をかけられることが多いっていうね、どんどん触ってもらうのでやっぱりナギがねすごく人に慣れて、もう全然警戒心もないし、全然ね、人に対して、なんか愛想のいい子やなって言われてね、びっくりしてね。そうナギはお迎えした当初はね本当に警戒心が強すぎて全くね愛想の「あ」もなかったもんね。けどねだんだん愛想良くなってくれて、本当に心配した時あったわ。もうなんかこの子本当にツンケンしちゃうんかなとかって思って、でもね今はすごく人懐っこくなって、もう愛想のいい子だねなんて言われるなんて想像もできなかったけど、言っていただけるようになってもうよかったなと思って、まあでもすぐ飽きちゃうけどね。めちゃめちゃって言ってもねって言ってありがとうってすぐ言っちゃう。さささみたいな、それかお尻こうやってお尻撫でてお尻みたいなね、あれがね一番多いね、お尻撫でてがね。お尻撫でてが多いね。じゃあ母ちゃん、もうコーヒー飲んでね早めに今日は休みましょう。早め言うてもまた遅なんねんけどね。なんだかんだ言いながらじゃあコーヒーを飲んで寝る準備したいと思います。なぎちゃん、ちょっと移動できる？移動できる？もうストーン引くなぎ。ちょっと移動して。こっち移動して。ばあちゃんのところ行って。そっち行ってもまた一緒やで。ね、こっちや。こっちおいで。こっちこっち。ああ、上手。はい、こっちこっちおいで。そうそう。はい、ありがとう。はい、じゃあななちゃんまたこっち行って。はい。じゃあこっち。はい、ハウス行ってハウス。はい。はい、はい、ありがとう。
頭打たんようにせん。ほんまね、今日は覚えてきた。今日布団な、ちょっと外でパタパタできてよかったわ。よいしょ。ああ、疲れたね。お疲れ様でしゅ。おはようございます。私たちは今日の出キャンプ場にいるんですけれども、朝日のね撮影ができるかなと思ったんですけど、朝の4時ぐらい、3時半から4時ぐらいはね曇ってたみたいで、太陽がねいまいち出なかったんですけど、5時過ぎぐらいから太陽が出だして、でその撮影をしたんですけどね、ちょっとでもかなり上になってて、本州で言ったらなんか7時ぐらいとかの太陽の出方ぐらいなんで、なんかね朝早起きしてもね、なんかもう夜中に撮影しないと全然朝日みたいにならないんですよね。でもね美しい景色はね広がってて、ここは本当綺麗なところですね。すごい綺麗ですね。綺麗。なんか鳥の鳴き声もね一晩中続いてたね。結構夜中もあんなにね大きな声で鳴くもんなんだね。なんかね街灯があるんですよ。結構明るい街灯が。でそれでね、もしかしたらずっとお昼間だと思ってる鳥ちゃんがいるのかもしれないですね。ずっと鳴いてましたね。同じリズムでね。それもちょっとなんかこう変わってねえな。タタタタタタ違う？似てる。こんな感じでした。本当ね踊れそうなリズムだね。なんかもう本当にねみたいな感じでしたね。でなぎの散歩はねもう今行ってきて、これからね朝のコーヒーでも飲もうかなと思ってます。それでは本日もよろしくお願いします。今日の出岬キャンプ場を出発しました。でこれからですね、道の駅ビブカに向かおうと思ってます。でそこにキャンプ場があるんですよね。で今夜はそこで今夜はそのキャンプ場で車中泊しようかなと思ってるんですけども、そのここまでの距離が80キロぐらいあるんですね。で80キロなのでゆっくり行ってもねもう2時間3時間もかからないぐらいでね十分行けると思うんで、途中ね寄り道しながら行きたいなと思います。じゃあ安全運転で向かいます。いろいろ楽しみがあるんじゃないかと思
思ってます。これ海入れるんじゃない？すごいね。あんまりに歌が下手やからどっか行っちゃったんじゃん。なんかね、すごいいい声やったから真似してみようかなと思ったら、泣かなくなったやん。あんだけすごい。今までこの木にウグイスみたいな声やな。ホウキョウやからウグイスかな。綺麗な声でね泣いてたんですよ。でそれを聞いてた家内が下でずっと「ホキッキョ」とかずっとね「ホキッキョ」とかずっと真似してね、ほんならねいなくなっちゃいましたね。ちょっと移動した。移動したね。まあもう延々終わりそうにないんで出発します。どういう意味があるのかな。開いてないんじゃない？違った。電車や。母ちゃん、はい、ここは、はい、トロッコ王国。トロッコ王国。わからん。コタンコロカムイ、あれなんて書いてあるの？ようこそトロッコ王国へって書いてありますね。ソフトクリームのなんていうんですか、マークというかオブジェがあったんでつい寄ってしまいました。母ちゃん、はい、なんかこれすごいね。10キロ森の中行くんってこれで。でこんな感じ。すごいね。すごいよなこれ。楽しそう。この線路ずっと行けるってことやろ。すごいね。でもこれもやっぱり自己責任かな。なんか顔起きても顔起きてもな、何も守るもんないもんな。ここの中ちょっと見ようかな。はい。犬乗れんの？あかんやろな、ずっとはできへんじゃん。やっぱりねワンちゃん乗れるそうですね。今ちゃんと聞いたんですけど乗れるそうです。でもやっぱりワンちゃんがねエンジンの音にびっくりしちゃったりして暴れちゃったりするので全て自己責任ですっていう話の中ですけどね。なんか尻尾が巻き込まれちゃったワンちゃんもいたりするんであんまりおすすめはしないっていう感じだったかな。自己責任で私たちはやめておきます。でも良さそうやよなこれ。いや絶対楽しそう。すごいと思う。なんか山の中、秘境じゃないけど見れないもんね。乗る前にちゃんとね乗り方をね説明してもらって、でそれの5分程度の講習があるねんな。講習というかなんか説明があってでそこから皆さんね出発されたんですけど、ちょっと行ってみたいなとは思うよね。ね、だってもう見れない景色だもんね。すごいいいと思います。エンジンついているから自分でこがなくていいのかな。そうエンジンなので運転していかないといけないってことですね。でもいいと思いますすごく。私たちは今回は遠慮しとこうと思うんですけど、とてもねいいなと思いました。はい。まず向こうへ行くからそっちじゃない。
うん。これこぐね。うん。まあまあ。お父さん乗ってみて。乗ってみて。海鮮を走る。楽しい。楽しいわ。すごいね。気持ちいいやろな。綺麗だね。すごい。これはいいね。いいね。あ、これが温泉。温泉やな、これは。すごいな、あの丘とかめっちゃ走れそうやいや、のにな。すごいほんま。残念。母ちゃん、はい。道の駅美深に着きました。はいで、今目の前にあるのが今晩車中泊をしようと思ってるオートキャンプ場で、その前にあるのが美深温泉、で道の駅は向こうにあるコンクリートのね建物、ちょっとコンクリートの壁みたいなのがあると思うんですけど、あの辺りが道の駅になるみたいですね。今からこのオートキャンプ場を少し見てみて、でそこからここで車中泊するか決めたいと思います。一応予定ではここでするつもりです。はい。一応設営っていうほどのもんでもないんですけどセットが終わりました。はい、でここには無料のチョウザメの水族館があるみたいなんで、今から見に行こうと思います。さあちゃん、はい、ここがチョウザメ館。チョウザメってキャビアのこと？そうです。すごいね。もちろんナギは入れません。じゃあ母ちゃんからどうぞ。はい、いってらっしゃい。どうでした？なんかね、飼育展示館っていうのがあって、すごい結構なんだろう、ちょっと楽しかった。餌が開けれるようになってて、自分でカプセルがあって1個100円。でちょっとあげたかった。でもね、大きい？もうすごい大きいのからちっちゃいのまで入れて、すごいたくさんのチョウザメ、いろんな種類のチョウザメ、白とかいろいろあるんじゃなかったかな。じゃあ次は私が。
ナギは触ってもらったん？もうここね、ちょっと道路にね、そう許可くださいみたいな。そうか。なるほど、そういうことか。道路に面してるんですよね、ここ。やっぱりダニが多いからね、ちょっと怖いねんな。だから芝生からできるだけね、距離が出ないところにいなかったらね、もう奥へ入ってってね遊ばせたいんやけど、なかなかちょっとね心配やな。一気についたりしてるもんな。6月がねマダニの季節だっていうことを知らなくて、でやっぱり草むらとかにねちょっと入っただけでつくんですよね。だからねもう恐ろしいんで、もう一応服はずっと着させて、であんまり深いところにはもうまず行かないようにして、でできるだけアスファルトに近いところで遊ぶって感じになっちゃってますね。あとは砂浜狙ってます砂浜やったらな大丈夫そう。走れるんでね。だからもしワンちゃん連れてね北海道に来ようと思われてる方はラッシュガードみたいなもの、こういう服なんですけど、こういうのはねやっぱり着せておいた方がねいいと思います。普段はね私たち着せないんですけど、雨の日とかしか着せないんですけど、今回はねやっぱり虫がやっぱかなりいるんで、ずっとねキャンピングカーの中以外はねずっと着させてます。暑いんですけど、でもちょっとそんなに本州ほどは暑くないか。なんか風がねちょうど気持ちいい感じでね。そうですね。日が出るとねかなり暑いんですけど、でも日陰だったり今みたいに曇ってる状態だったら全然全然というかナギは暑いと思いますけど、普段ねいる神戸とかよりは全然涼しいと思うのでこうしてます。本当に気を抜いたらやっぱりいるもんな。もうずっとね虫取りをしてる感じなんですよ。散歩行ったらすぐまた見てみたいな感じなんで、ラッシュガードもたんびに洗ってみたいな感じで、ちょっとねやっぱ予想外にね大変ですねこれは。で向こうにねいい原っぱがあるんですよ。で走らせたいんですけど、ちょっと様子を見てるんですけどね他のワンちゃんとか結構いたりすんねんけどね。普通にね、歩いてなんかお散歩してはったね。してるけど、うちは毛が長いからな、分かりにくいから、気をつけながらしてます。はい。もうなんかリラックス状態です。ナギちゃんは。ナギ虫嫌いやからな。虫が嫌なよね。もうただでさえ虫が。そう、ナギはね虫大嫌いなんですよ。一人でブーとかなりだすんですよ。帰ってきたらね、いやいやとか言って本当にねすごいんですよナギは。俗にお坊ちゃまですね。ナギちゃま。本当に。今日は先にいただいてます。いただきます。美味しそう。いい匂いがする。いい匂いするね。お祭りの匂いだ。お祭りの匂いやね。じゃん。イカ焼きのめっちゃ美味しそうな匂いだね。お祭りの匂いってなんかいい表現やね。美味しそう。お待たせ。はい。何ですか？残り野菜と海鮮のあんかけ風です。ね、美味しいよね。なんか麺好きだから。